です。さあ本日はですね、久々にドッキリを仕掛けたいと思います。今日ドッキリを仕掛けるメンバーはシルクとマサイとザカオです。さあ今日は何のドッキリをするかと言いますと、本日こちらねお店さんをお借りしてるんですけど、御膳坊六本木店さんというね高級中華ですねのお店さんを今回貸し切りでお借りさせてもらって、ちょっと面白い企画やりたいなということで、今日はゲストの方もいるんですけど、まずちょっと企画の方説明します。今日やりたいドッキリ、先輩からおごってもらったコース料理全然終わらないドッキリはい、そういうドッキリです。今日先輩クリエイターの方に今日来ていただくんですけど、その方のおごりという前提で今日は、高級中華に来ましたと。で別の偽企画でトーク動画を撮るんですけど、この最中にね美味しい中華料理フルコースがガーってきますと。でその先輩が「ここのご飯美味しいんだよね」って言ってくれて紹介してくれてるご飯なので、もちろん美味しくいただくんですけど、さすがに残せないじゃない、それってやっぱおごりだし紹介してもらってるっていうところなんでその今回のフルコースの料理、一生終わりません本来ね中華料理とかって自分のお皿が食べ終わってから次のものがね来たりとか、ちゃんとお店さんはもちろん本来ちゃんとやってるんですけど、今回特別な許可いただいてちょっとそういう仕組みを作らさせていただきました。ということで先輩にねおごってもらえているという状況なら絶対ご飯も残せないし、さすがに気づいてもなんかおかしいなって思っても多分なかなか言えないと思うんだよねっていう、ちょっと、果たしてそこを言えるのかという検証も入った今回メンバーにドッキリ企画でございます。ということでこう仕掛け人側ですね、先輩に今回来ていただいております。この方ですはい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。きたー、ありがとうございます。セイキンさんとコラボです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ちょっとはるばる今回ありがとうございます。なんかめちゃくちゃいい店じゃん。そうなんです。何これ。セイキンさんはここに来るのは初めてですもんね。初めてですね。そうですね。はい、なんだけど俺がおごってるってことなんです。そう、なんか好きでここ紹介したいんだよっていうちょっと体で。大丈夫でしょうかメニューわかんないんだけど。で、フルコースのメニュー先にちょっといただいたので。なるほどね。教えます。なるほど。じゃあおすすめこれだからみたいなね。そうそう。ちょっと進めて、はい、おごりというおごりということでね、形でやっていただけたらと思います。わかりました。だってフィッシャーズも中学の卒業からだと14年ぐらい経つんですけど、長いよね。そうなんです。意外と長くて。先輩？いやいや、そんなことないですよ。いや違う、セイキンさんも長いですもんね、かなり。長いね、10年以上やってる。そうですよね。10年以上のそれこそクリエイターさんってそんないないじゃないですか。そうだね。ベテランということになってきますね。そうですよね。でね、年齢的にも先輩だし、パパとしても先輩というか。一応年齢的にはそうだね。なんでちょっとそんな先輩の仕掛け人はもうセイキンさんしかいないなと思って相談したら快く引き受けてください。もちろん。はい。今回実はこのフルコースが終わらないドッキリをやるんですけど、それだけでも面白いんですけど、せっかくだったらちょっと偽企画も走らせようと思ってて。偽企画も入ってくる。複雑ですね。そうなんです。結構頭使っちゃうんですけど。なるほど。普通に今回食事動画を撮ります。セイキンさんから特定のワードを引き出せみたいな企画をやりながらフルコースを食べること。なるほど。じゃあ他のメンバーがそういう企画を進めていく。そうですね。偽企画も走ってる。それだけ楽しく食事というかトークできたらと思うんで。それのワードはどうするの？俺は知らなくていいのね。はい、それは一応ちゃんと知らずに。なるほど。偽企画は偽企画でちゃんとやるんですね。はい、偽企画もちゃんとやる。そうだから2倍美味しい動画です。なるほど。今回中華でしょ？そうですね。デザートを除いたら1万5800円ぐらいするのコースね。コースが途中から無限ループ。終わらない。それおいくら万円ですか？本当にあくまで一応おごりというね。知ってる体でいきますから。はい。もうよく来てるからね。早いですね。本当こんな感じで入ってコース料理がいつまで経っても終わらない。でもやっぱ紹介してもらってるから食べなきゃね。ちょっと言いづらいもんね。言いづらいっすよね。かなり言いづらいだもんね。なんでどこまでコース料理が続くのかというドッキリでございます。わかりました。はい。でこの多分15分後ぐらいにメンバーが来るんで、あくまでそっちの NG ワード企画の方をやってるつもりでやっていくつもりでね。はい。わかりました。関さん今回もお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあメンバー待ちましょう。はい。どうもシャンドです。シルクです。マサイです。ザカオ、そしてセイキン TV のセイキンです。コラボです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セイキンさん一人とコラボするの多分初めてです。マジ？そうかもしれないんじゃないですね。そう、なんか皆さんの中にいることはあってね。そうだね。記憶にあるのはやっぱ鬼ごっことかね。ですよね。本当ね、一緒にねやらせてもらいました。イベントとかであったり
に事務所で会ったりすることはねちょこちょこあるんだけど、もちろんあるけど、もう数少ない先輩といえばそう本当にいやいやもう本当に。で今日やりたい企画なんですけど、はい、そんな先輩であるセイキンさんの発言というか、なんだろう、まあこれからトーク動画撮るんですけど、それをちょっと予測してもらう企画。予測ほうで今回こちらのお店、セイキンさんから、リクエストというかご紹介いただいた、そうなんですね、好きなお店になります。なるほど。ということで今日、そう俺毎日来てて、毎日マジっすか？毎日大好きじゃないですか。美味しいからおすすめでちょっと今回。そうなんですね。そうちょっとトーク食事しながらトーク動画撮りたいって話をして、なんかおすすめのお店ありますかって言ったらこちらの午前坊さんを紹介していただいた。でもそれってことはさ、もうだからリラックスされてるってことだから、確かに結構口癖とかは出ちゃう可能性ありますよね。そうだね。そんな今日はちょっと口癖を、読んでもらう企画を発表します。今日やりたい企画はセイキンさんから指定のワードを引き出せトリプルワード。これから、各、メンバー、僕は今日司会なんで3枚の、紙を、今から渡します。で今日、楽しく食事をしながら、今日はフルコースですね。フルコース、フルコースを今日食べるんですけど、楽しみ。そうなんです。それでも楽しみだし、もう楽しみだ。セイキンさんとあんまり長い時間トークしたことなかった。確かにね。そう、トーク動画ないでしょ。ないです、ないです。いつも走ってるだけだから。そんな話です。そう本当にそう。そう走りながら喋ってますからね。そう。今回フルコースの料理が出ます。で、時間はそのコース料理が終わるまでします。その中でザカオマサイシルクには指定のワード、セイキンさんが言いそうなワードを3つ予想してもらいます。いいそうなのね。セイキンさんのね。そうね。もうあるよ。いくつか。で喋りの中で引き出せばいいの。そういうこと、そういうこと。で、この3つのワードを誰が最初に引き出せるかという。そういうことね。で、一応全員いけない可能性もあるんで、フルコースの料理の最後をおしまいにします。オッケー。分かった。はい、ザカオさんはこの3つです。これは、これザカオうまいね。いや絶妙でしょ。うまい。なんかチビキンって言ったらなんだろう、ちょっとい。ズルだよね。そうズルな気がする。チビキンジャンプ。この3つです。これです。攻めてます。だいぶ攻めてます。じゃあ皆さん、グラスを持っていただいて、いいですか？今日ですね、最後まで言おうか迷ったんですけど、セイキンさんのおごりです。これはなので、やっちゃったかも。僕もいやちょっと大丈夫ですよってことしたんですけど、そこはやっぱ先輩立ってないといけないところもあるんで。マジっすか？そのぐらいは。すいません。これからセイキンさんに紹介してもらったおすすめのお店でおごっていただくという形で、うわー、マジっすか？精一杯楽しんでいきましょう。めちゃめちゃ調子こいてさっきメニュー読んじゃった俺。いっぱい頼んで。いいんですか？すいません。めちゃくちゃ高いの頼みます。全部上から行くわ。なんてやつだよ。お前らがそうしないようにコース料理なんで。危ね。はい、ということで、じゃあセイキンさんお願いします。はい。では、フィッシュス&セイキン。乾杯。乾杯。お疲れ様です。やべえ。うまいな。ということで、ここからが企画スタートなので、もしヒットするワードを引き出せることに成功した方は挙手して発表しています。はい。これ挙手しないとだからゼロです。そうです。そうだね。自己管理なんで。ね。自己管理ね。どうかよろしくお願いします。はい。次々と料理出てくるので、そちら楽しんでいきましょう。はい。ちょっとすげえ気になるのが質問として、豆苗ってきます？豆苗はね、後で頼むんだけど。いや、コースには来ないかな。ああ、じゃあ後で頼むことだけ。確かに単品は頼んだらあれですね。まだ今日席の残りだから大丈夫。お前さ、嫌な後輩。攻めてんな、早速。いや、でも分かんない。これもワードの作戦かもしれない。まあそうだよね。そんな甘えてるだけですから。なんかあんなそういうなんかね、うがった目で見るのやめてくださいよ。どうすんだよ、後でセイキンさんが、あいつめっちゃ食うよ。裏でその情報もあるよ。どうすんだよ。シルクには思んなって。あいつ飯連れてくのめんどくせえもん。普段飲まれるんですか？普段はね、いや別にそんないっぱいは飲まないけど、まあビールぐらいだよね。あうん。なんかね、イメージがやっぱね、そんなにないから。多分ないだろうね。何してんのかなって言われるので。そうなんですよね。やっぱ車が好きってイメージあるんですけど、
はいはいはい。車が好き。あとやっぱちびきんと遊んでいる。あとはカンカンダンスを踊っている。そう。それはシートじゃないよ。それしかやってない。そんなことは。でも最近だとボンドとかね。ボンドとかももう大体毎日垂らしちゃうよね。あれ毎日やるもんだ。大体毎日ねストックいっぱいあるから。多分ボンドとカンカンは毎日やってない。あ、心配になる。ということで早速料理が来ました。おしゃれでしょ。ちょうどいいサイズ。ちょっとずつね、これいい感じがいいよね。このエビなんか無重力マッサージチェアにさアームセンスやば。これさ空港にあるんだよね。あるな。洋華堂とか確かに包まれてるから安心するやつね。このエビすごいよね。どういうわけなの。やっぱね、お酒飲みながらだとね、ちょっとずついく感じがいいよね。このサイズがたまんないですよね。でコース頼むことも結構あるんですか。単品の。まあでも普段は単品が多いから。今回のコース自体は食べたことはあるんですか。食べたことはある。行きつけなんです。時期によって変わったりもする。すげえ。まあね、おしゃべりも楽しみながら。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。すみません、いただきます。いただきます。こりゃ調子いいわ。これだけマジ飯だ。そうなんだ。本当に。いや、まあナホアだから精一杯ね、楽しんでもらってね。うまい。うまい。うまいわね。うまいじゃない。うまいだ。うまい。うまい。いただきました。始まりだね。確かに。ちょっと久々に来たけどうまいわ。なんだろう、から始まったまあ当てれてたらワード書いたやついたらすげえわ。すげえ。それはさすがに当たりでいい。それは言っていい。うまいはダメだけどうまいは当たりだ。食べます。自分のワード覚えとかなきゃいけないからね。そうなんだよ。それだけ忘れないように。お酒飲みすぎてもう酔っ払って分かんなくなってたのなし。どんだけ飲む。甘えに甘えて。ちくわめっちゃ美味しい。うん。美味しいよね。すぐなくなっちゃうよ。あ、紹興酒の香りがいい。お酒好きだからやっぱりいいよね。もうやっぱ大好きなんですよね、こういうもう一品とか。こういうの。のんべいはいいよね。本当のんべいなんで。レイキさん外で飲むことあるんですか。俺ね、まああんまり普段はないね。どうしたの。3名いると。普段なかなかもう早く寝ちゃうんだよ。早く寝ちゃっても早く起きて。何時ぐらい寝るんですか。いやでも子供と一緒に寝るから9時ぐらい。9時早いですよ。本当9時とか寝ちゃう。昔は違ったよ本当に。結構ね24時間の概念もありませんでしたからね。確かにみんなそうですよね。こそ何？早くない？だいぶでかい枠できたな。大枠のヒットでーす。いや、最初ちびきんとかこと思ったけど、ちびきんは警戒されるだろうなと思って子供にしました。出るよね。ああ、それは確かに出るよね。まあまあまあ、それぐらいのポイントはもう許しましょう。ダメなんで。許しましょう許しましょう。じゃあ1枚ゲット。おっしゃー。子供ね。それは出るわ。出るよね。そりゃ出るな。俺一応ひいきなしで会話してますから。あいつ勝ちに来てんな。マジで。自分がさ、それこそ親になって思うけど、正義さがいくつぐらいの時に地域で生まれました。30かな俺が。めっちゃ多分忙しい。忙しいね、そうだね。あの時多分生まれた時全く寝れなくないですか。全く寝れない。ですよね。今わかるでしょ。今わかってる。俺以外みんな。あ、そうだ。あ、そうだ。だからちょっとびっくりしちゃって。今日たった一人マサイパパじゃない。これ周りを見渡したらみんなもうパパの顔しとるわみたいな。でマサイはほらツイマンの新曲をさらにねアップデートしていかないと。確かにそっち方面する。そうリミックスとかいろいろ作って忙しいからなるほどありますからしょうがないです。なるほど。はい。そういうことにしておきます。そういうこと返しやば。オフの日では何してるのかあるんですか。オフの日、それこそでも家族とプチ旅行みたいな。セーフですけど。レギさんは自由でいいですからね。レギさんのとこにペナルティーないんで。ペナルティーとかはないね。ペナルティー。そう家族とどっか買い物したり。なんか温泉行ったり。温泉。結構ね動画も出てます。そう出してないのも結構あって。あ、そうなんですね。撮らないって。ああ、いいです普通にね。行ってっていう。旅行の時は自分で運転されているの。ほとんど運転してる。車何に使いますか。車？まあでも大体旅行はアルファです。おい、小坂を手が上がった。待ってビッグワークすぎない。ちょっと待って。いや、何やった。一旦お話を聞きま
ましょう。一旦こう早い。それによる。もう食べながらいいですかね、皆さんね。早いよ。皆さん、ちょっとそれによる。中尾さん、何を聞いたんでしょうか。今のワードは車です。まさかこんな早くめっちゃ来ると思ってなかった。車でございます。税金さんは車乗るでしょ、だって。せめて車種とかね。そうだね。なるほどね。まあでもいや許しましたんで僕が。一旦ね。まあ雑貨をなんとあと1個までリーでも本当に引き出したのはマサイ。そう俺が引き出しに行ったんで実は。引き出したっつって俺は分かんないんだよ。単純に税金さんに話をかけてるだけであって、あと引き出すレベルのワードではない。そうだよ。なんか出るそれ。びっくりした。なんかアルファード、フェラーリとかなんかいろんなのあったでしょ。ならまだ分かるけど。まあ一旦置いときましょう。ね。まあとりあえずこれだから3つ目がやばかったら審議します。とりあえずおめでとうね。いや俺なんかさ。曲自体は聴くのも楽しんでるけど、どっちかっていうと研究とかもある。研究も楽しいよね、やっぱり。ああ、こういう最新はこっち行くのねみたいな。まあコード進行とかいろいろそう勉強したりする。すごい。プロ目線。こちらの方もいますから。いやいや、僕はプロではないですよ。いやすごいと思うよ。さんとマサイの会話とか聞いてみたいもんね。いや、超マニアック TV できるよ。あるか超マニアック TV。マサイと話すときは大体マニアックな機材多いっすよね。たまに車が入ったりとか。ああ、そうだから結構共通点あるんだよね。確かに多いですね。動画に出てないところでこの2人でめっちゃ喋ってんのよくお見かけする。あそれは事務所とかでね。この撮影いいな。めちゃめちゃゆったりできるな。長い付き合いですからね。そうですよね。本当に長いね。今考えるとめちゃめちゃ長いです。長いよ、昔のフェスからずっと一緒にさ、そうですよねやってるから。結構さ、ありがたいことが多かったのがさ、ヒカキンさん、セイキンさんがスタートが鳥じゃん。そうだね。で、俺らもどっちかなんだよ。あ確かにそうだから今日イベントやろうみたいな、頑張ろうみたいな感じでハイタッチハイタッチいいよね。するじゃん。わかる。やる気上がるんだよなんかあれでさ、イベント頑張ろうとはなるよ。学生さんたちとタッチするの。あ、気合い入れよって。そう、あれね、結構俺の中でも熱いんだよ。わかる。そうだね。これ U フェスの裏側ね。裏側。大体俺たちオープニングだから。そう。毎年来てる人もなんかあれでやっぱり今年も来たなってなるよね。なる。ユーフェスとかのリハーサルって結構時間とか使うんですか？振り付けとか。ああ、でも振り付けはやっぱ別日でやっぱりやるよね、結構ね。リハーサルはね。俺たちだと結構もう振り全部決めて、いや、すごいですよ。覚えたね。バックダンサーがいますもんね。そう、バックダンサーとぶつかっちゃうから全部事前に動きとか立ち位置は結構ガチガチに決まってるというか。やっぱりね。そうだ。それ見ていいなと思って一回やってみようとしたことがあったんだよね。なんだか忘れたんだけど、で、フィッシャーの立ち位置できねえって。わかるよ。こいつらはなんかほっぽっこいた方が楽しそうにやってくれるから。まあでもそういうのでいいんだよ。確かにそうだね。いや、言わんとしてることはすげえわかる。もちろんかっこいいんだけど、そっちの方が。立ち位置をすげえ気にするんだよね。そうそう、みんな下ばっか見てる。ファミリしか見ないけど。これは前見ながらできるの本当すごい。確かにそうだね。前見てないんですよ。見てないですか？どこ見てるんですか？楽曲中サングラスかけてる。あれそういうあれだったんですね。あれほどはバレませんから。あ、そうなんかカンニングペーパーみたいな感じ。そういうことなんだ。バチリ合ってるな。そうなんだ。全然バレないでしょ。全くわかんないですね。凛として立ってるように見えます。見えるんですよ。おもろ。すごいいい香り。食べて。僕は運動部じゃなかったんですよ。僕帰宅しましたよ。帰宅部だ。帰るのに自信はあるんですよ。でもその分さ、でもいろいろ詳しいじゃん。いやまあ好きなものがたまたま多かったってだけですけど。いやいいことだよ。いや、いいことだよね。それだけ好きなことがあってさ、仕事に直結してくるやつだけど帰ってた時間は無駄ではなかった。帰って結局帰るという活動だったから。マサイは帰ってよかった。そうか。まだ帰ってよかった。確かに。それ何とですか？俺運動部なのよ。運動スキーですもんね。スキー行ったんですよ。そうそうそう。4位でしたよね。よく知ってるね。動画見たんですよ。あ、あれ。やばいな。すごっ。高梨沙羅さんとかと確か
知り合いですよね。そうそうそう。すっげえ。半端じゃない。ちっちゃい頃に一緒にやってた。同じスクール的な感じで。同じそうチームで。ヒカキンさんも一緒にやられたんですよ。やってた。兄弟でだからスキーやってた。スキーやってた。スキーで難しいのなんですか？技とか。ジャンプでした。俺スキージャンプだったんですよね。なんだこちらです。はい。ジャンプ。おーいや確かにスキージャンプから来るもんな。そう。いや俺はいいんじゃない。素晴らしい。スキーの話をしたから。これはすごい。よっしゃよっしゃよ。まだいいこれはすごい。それと出したら結構きついもん。車よりはるかにやられます。すごい。素晴らしい。習ってくださいよ。これですね。車じゃねえんだよ。確かにジャンプさ、スキーじゃないのもいいね。そうだね。ジャンプにしたところ。偉い。めちゃめちゃうまい。いや美味しい。おかしいもうまいですけど、これなんだっけ野菜忘れちゃったんだけど。チンゲン菜。チンゲン菜。これがめちゃめちゃうまい。これ飲み物も進むわ。これはすごいわ。やべえ止まんないんだけど。いいな。それこそめちゃくちゃ気になったのが、ヒカキンさん結婚するって聞いた瞬間どう思いました？うわこれ気になるよ。お兄ちゃんとして。いやーそれはだからついにかと。なんていうのかな、やっぱある意味変わってるというか、やっぱりほら YouTube 一本でこう結構やってるからね。そうだからそれやっていくとなんかシルクと結構似てる部分もあるのかなっていう。ストイックだからそう。イメージというか、まだ結婚しなそうだなって思える人というか、カウントダウンが始まって、はい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 。ねえ。バラだ、そう。真実の愛だ、ねえ。結婚だってなって結構震えたのを覚えてます。でさすがにカウントダウンの時は知ってますもんね。俺は一応もう結構前から知ってるけど、さすがに。一番早く知ってる。それはそれから家族になるね。でもそれでいくとさ、カウントダウンの時さ、結構ギリギリに撮り始めてるから、で俺もギリギリで出てくれって言われてさ、確かになんかすげえスケジュールやってるんで、そうなんか詰め込んでやってたからよくねやりましたなと思うけど。アワビってパイって作れるんですすね。げえ。うわきたー。これはすごい。でかこれうまいべ。これはやばいね。ー。美味しいよ。これ絶対一度食べたら忘れます。やばいな。関さんこれは食べたことは？これはあります。なるほど。お気に入りですか？お気に入りです。いやだって多分お気に入りだったんだろうね。これは美味しいよって言うかと思ったら、これは美味しいよって言った。イントネーションちょっと変わってた。やばいね。美味しいよ。うわー、なろうか。うわ、すごいすごい。すげえな。一昨年ぐらいで俺人生初めて俳句。どうした。ちょっとずつやめた方がいい。一気に食べパイ切りとアワビ一気にバーって食べる。めっちゃくちゃうまい。いいな。なんでもっと早く教えてくれなかったんですか、関さん。本当だよ。ぐらい。そうだね。確かに出会ったのだいぶ前なの。本当ですよ。確かにね。早く連れてくればよかったな。もう一杯飲んじゃおうかな。したら。飲んでいいよ。すみません。全然飲んだ方がいいよ。いやでも嬉しいわ。これはすごいな。こうやって飲んで喋れるの。喋ってないとその喋るイメージがないんだろうね。多分いや多分確かにそうかもしれないです。だからそういう気がするんだよ。関さんを知ってれば、めちゃくちゃ喋る人は分かってるけど。でもさ、それこそなんかトークが上手な人のなんか鉄則じゃないけど、結構そういう本とかも好きで見たりするんだけど、やっぱなんかオウム返しできる人と自分の話を人を触れる人っていうのが結構ある。平気さん結構それに入ってると思いますけどね。イメージ僕そうなんだよ。シルクそういう話するとね、俺とザコとマサリはね、天然のおバカちゃんだから、これからオウム返しすっげえ食えるから。とにかくオウム返し。そう今から2話ぐらいオウム逃がすから一人で今ね、オウムが3話増えました。怖い怖い怖い。本当に3話超えた。オウムだらけ。いややめろやめろ。オウムだらけだよな。オウムだけだよな。オウムだらけ。小学校3年生だったら切れてるからね。真似すんだよ。何すんだよ。真似すんだよ。あれすんだよ。これめちゃくちゃうまいよ。マジで美味しい。これめちゃくちゃうめえよ。ここに来てのこういう系はうまい。一回リフレッシュみたいな。自然のキャンプファイヤーだよ。積み方が。積み方がね。すげえ途端に気になったこと聞いていいですか？関さんアルバイト何やられてたんですか？アルバイト？確かにね。何やってそう？やったことあるよ、アルバイト。でも1回はコンビニやってますから。コンビニやったことない。なんだじゃあ。新聞配達とか。新聞配達もないね。いや、俺なんか分かったかもしれない。はい、ザコ言い続けていいよ。
ガソリンスタンド。あ、そう、俺も同じこと言ってあ、車好きっていうのもあるし。そう自分も7年ぐらいガソリンスタンドやってめっちゃやってんじゃん。そう、もうずっとガソリンスタンドなの。ちなみにどこの？北上野です。いや、いや、じゃあ会社だよ。場所は知らねえよ。シェルなのか、エネオスなのかみたいな。エネオスです。俺もエネオスなの。エネオスなの。いらっしゃいませって、はい、じゃあカードお預かりします。T ポイントカードお持ちですかってやります。そう、やった。結構やったよ。来たらすぐだからもう。すぐ案内しないと。ああ、そうっすよね。反射神経がそこで鍛えられたかもしれない。ああ。それで言ったら他の人はね、みんなバイトなんかやってた。僕は帰宅部だったんで。いや、いいんだよ、帰宅。帰宅するのが一番いいんだよ。バイトしてなかった。フィッシャーズは確かにこう GoPro とかね、使うだろうから。超しますね。鬼ごっことかも夏なんかあのカメラでこっちの方が使いますよね。そんなに使うよね、やっぱりね。会場アスレチックが行ったりとかするんで。会場アスレチックすごいね、あれね。ちなみにあの撮影が本当にきついです。きつそうだもん。 1時間目から4時間目までプールみたいな。こちらほうれん草の豆腐の千切りスープでございます。豆腐って千切りできるんだ。すごい。どうですか？指定ワードは欲しいなって瞬間あっあ、俺あった。た。あ、ほらなんだ。あった。まだ一回も出てないんだ。そうなんですよ。一回めちゃくちゃミスったのが、指定ワード僕が言っちゃったんですよ。ちなみにね、マサイも言ってる。そう、俺も言ってる。こうやって引き抜くと全部使えるようになってんだね。これはすげえな。確かに。俺がラー油なの。うまいわ。塩つけていいの？ああ、うまっ。すげえな。関根さんって喧嘩とかするんですか？違う。夫婦喧嘩とかするんですか？あれだ、こう。ああ、面白いな今の。何もなかったんで。とんでもねえ差し込み方したね、止まってたんだ、時今。おが。前どうしたんだよ、急に。ちょっと兄弟喧嘩するんですかとかさ。そうなんかね、何喧嘩があるんですかとか。喧嘩するんですか。誰と喧嘩したの？限定的な条件を言ってくれよ。マジで面白いな。それでするよって答えられたら怖いしな。もういいよ。まあそれこそだからね、ヒカキンさんとか兄弟喧嘩それなんだよ、先に言うべきは。わかるけどね。そんなにはしないね。しないですか？うん、基本的にはしないけども、昔あったこともない。基本的にはどっちかがこう折れるから、あんあま喧嘩しないんだけど、言うことはあるけどね。うん。言い合うことはあるけど、当然。差し込み方おもろいな。反抗期とかあったんですか、松尾さんは？マスオさんの反抗期やってな。いや、俺もマスオさんって書いてある。マスオさんと俺。息子さんね。息子さん。はい。俺マスオさんの反抗期は分からない。あれしょ、名前で言うとさ、子供の名前で言うとさ、コダコじゃん。コダコじゃん。で、コルクじゃん。で、コカオじゃん。それ俺思った時に分かんないですよね。マサイ子供。マサコ。とマサコじゃん。別にいないけど、早めになんかずっと考えたことあったのこれマジで。俺の子供名前小政もちげえし。5歳かなんかちびきん的な感じで小さい。そこかよ。ちびまさいとかじゃない。小さいなんだ。でもさ、俺らかぶんないけどさ、例えばちびきんさんとかだとさ、仮にね、将来的にヒカキンさん家に、まあ、例えばお子さんができたとしたら、先にね、ね、そう、言われてる。いるもん。何になるん？ちびちび。まあでもいやミニキンとかさ、あーミニね、ベビキンとか。ああ、でもさ、ベビーキン大きくなるわけだよ。ベビキンからミニキンになって進化していく。進化していく。名前も成長していくやつ。たまごっちみたいな。面白いよ。ちびき以外の候補はあったんですか？いや、俺もね、本当になんかそんな余裕がなくて考えてなかったの、全く。あ、そうなんですね。考えてもいなくて、もう本当その場でだよ。そのああ、じゃあ次。そう、もうじゃあちびきんぐらいの感じで。おっと。やっと来た。引っ張ってきたね。やっときましたよ。
関さんありがとうございました。こちらですね。せーの、はい、なるほど、ちびきんでございます。意外と出ないなっていう。なかなか関さんからちびきんが出なくて、確かにね、俺らは言うけどね。でもこれは本当だったら言うはずのセリフだもんね。そうですね。ということでまさにも2ポイント目。あ、やばい。でも1個当てたいな。なんかおにぎりかけ入りのウインナー豆腐煮込みでございます。すごい。でも正直とフィッシャーズで結婚してないのはあとちょうど半分なんですね。あ、そっかそっか。元木ダーマンはまあそっかそっか。でもまあ半々ぐらい。バランスはいい。バランスはいい。うん。でも本当にすげえ無邪気でいいんですけど、誰が一番最初に結婚すると思いますか？関さんは。別になんかせかしメンバーにせかしてるとかじゃないけど、全然楽に。結婚しそうは結婚してほしい。まさに僕ですか？おー、僕。それはなぜ？しっかりしてるよね。なんか嬉しいです。ありがとう。かっこいいしね。かっこいいですか？うん。いや、ちょっとごめん。お前、オウム返し下手だな。いや、なれないんだよ。お前はあんま褒められない。なんかそういうのなれないんだよ。そこはオウム返し1000場所やろ。文鳥だったもんね。何してんの？いや、なれないんですよ、やっぱり。モテるでしょだってね。モテないです。モテないです。なれないんですよ。いや、税金さんごめんなさい。うわ、またさまざまな竹。竹まみれ。さまざまな竹。めちゃくちゃうめえな、こいつ。でさっぱりしてほんと中華料理好きだもん。うまこれ。待ってごめん。会話止めるわ。いや、え？そのキノコうまキノコうい。まっ。たどり着きて。来るから。うまっこれ。バズった瞬間にさ、SNS に全部取り上げられるみたいな風潮あるじゃないですか。例えば毒を持っていたりするけど。あ、どこも。ね、なんかどういう経緯を得てそういうバズり方をしたのか謎じゃないですか。あれだって別に自分で言い出したわけじゃないですよ。全く自分で。だって謎じゃないですか。謎だよね。勝手にバズるわけよ。面白いなですよね、今はね。そう。ちょっと失礼しますけど。ってやつが。あれめっちゃ好きだったな。確かに確かに。本人にも届いてたりするんですよ。届くね、まあやっぱりさすがにね。あーわかりますよね。なんかとんでもないいいねの数いってんだこれみたいな。なんでこれ多いですよ。勝手に作られたなんだこれみたいな。そう。結構多いよ。これは大丈夫ですか？毒とか。これ毒？これ。自分のおすすめのお店で。よっしゃ！よし！よし！パワープレイだな。マジで？ちょっともう強引ですよ。今の。強引ですよ、関さん。ごめんなさいね。いいんじゃないですか。何ああ。それかい。いや、ちょっとむずいんすよね。むずいでしょ。まあだから引き出すのはむずいな。だからちょっとこれ知らんけど。税金さんは確かに。そうね。なんでんなをレクチャーお前がしてんの。でもこれさんがそれ言う。そうですよ。だからでよかったんですよ。でも説明してくれるから助かるね。確かにじゃあ今後よろしくお願いします。関さんになれないんで。超マニアック TV だったわ。もあるし、まあいろいろあんだね。もあるね。どうでもいいんだよ。どうでもいいんだよ。だから今回でよかったな。安心しました。フルーツのっちゃった。肉とドラゴンフルーツ合うよな、確かってことで、なんとマサイ1位でーす。ありがとうございます。もうマサイは一旦食事を楽しんでください。に。いやそうだな。でも坂尾リーチだから。まあそうだね。いや、俺もちょっと持ってきたいな。あっつ。いや、生の音を聞いてよかった。相当満足感のあるね、コースだ。そうですよ。デザート扱い。めちゃくちゃうまい。なんだこいつ。ね、うまいよね。これもだいぶね、スパイス効いてるし。キノコ。これ結構好きで頼むんですか？これを一番頼む。そのんではなかったと思う。今だから今のは見ろ。今
今でもアテナびっくりをアテナびっくりのもんでしたね。確かに。今ナチュラルクリア俺がナチュラルに思い出したわ。いやでもマジでうまい。美味しい。一番頼むんですよね。これは結構これなんキノコとキノコとなんだか何有名よくわかんないんだけど何だっけな。とにかくキノコが多いのここは。濃いラーメンとか食べれます？濃いラーメンは食べれる。家系も食べれる。二郎系とかも。二郎系も食べれる。これねどこまで攻められてるのかわかんないんだけど僕は終わったんで確かに終わってない。別にラーメンは全部好きだね。二郎の注文は？いつもまた出たなんか僕のせいでもしかして出たのかもしれないけどね。今までの。松の実と車エビの何？エビ絡まりでも食べられます。いつもです。いつもです。いつもです。だいぶいっぱい。うわ何？何と何ですか？セルさん今何て言いました？今何て言いました？エビとマスのあ、じゃあ大丈夫です。前、1個前何て言いました？コースいつ終わるの？もう一回。コースいつ終わるの？正解です。ということでドッキリ大成功！ドッキリ大成功！いやなんか俺ちょっとおかしいな。確かになんかお腹膨れてきておすごいまだ来るの頑張ろうっていうフェーズに入ってやんないこしない程度じゃないですか。いや正直言うけど俺別に何も疑ってない。俺も何も疑ってない。俺マジでスーター来た時にスーター来たと思ってフルーツがこうデザート的なノリねみたいな行った瞬間にもう一個来たからまだ来るんだろって。いやなんかとっくにお腹いっぱいなのね。眼下に広がりすぎておかしいと思ったでしょ？いや俺めっちゃ思ったよ俺は。ちょっと疑いつつも関金さんって意外と食べる人なんだな。いやだしその中国的にもさ結構品数が多いじゃん。俺そっちかなと思って俺はまだ来るなと思って心得てたのよ。まあ礼儀としてなんかね食べきれないぐらい量出すっていう礼儀は。ただ一番面白いのが関金さんがだんだん食事に疲れてきてるからそれがおもろくて俺そうでもだよなと思いつついや俺ももうお腹いっぱいになってきたなみたいな。関さんのやっぱおごりって聞いてさ俺らもさ多いっすねとは言えない言えないじゃん。このワードが出るまで止める気なかったんで。あそうだったの。いやもうだから多いぞって思ってさすがにね。さすがに多いね。俺なほちゃんの目チラチラ見てたわ。そう仲間なんかね SOS をこっちに送ってきてたからこいつそろそろ気づいたかもなみたいな。ということでなんと今回のドッキリ先輩からおごってもらったコース料理全然終わらないドッキリやられました。終わんなかった。ちょっと何してるんですか。ちなみに言うともう2週目の終わり以降3週目ぐらいマジで言ってる。そんな食べてたの？だよね。いや多いなとはね。そうだよね。だったけどでもシンクもちょっと気を使ってちっちゃめに言ってんじゃん。そうちょっとなんともう一個何それ？ブラックチャーハンです。ブラックチャーハン美味しそうだよ。週目の序盤だろ。集中戦みたいになってる。そうだけどすごいどんどん出てくる。これ溢れてる。これちょうどこの辺で止めようか迷った時にシルクが言ってくれたんで。それは良かったね。だからある意味本当の指定ワードはこっちでした。そうなんだ。終わらなくねみたいな。いやもう徐々に食ってる時にも俺なんか食うようになったなって違和感はそういうことだったのか。そう。それが本当のデザート。俺は本当のデザート。タピオカとマンゴー。絶対美味しいじゃん。それは食べてえじゃん。全部うまそうなんだよ。関さんのおごりだっていう話になってちょっとボケのところでじゃあもういくらでも食ってやろうぜみたいなのを言っちゃったからもう残せねえなみたいな。確かに今日ねスタッフ陣にお腹空かせていただいてるんで、そうだよね。ご安心くださいって感じ。そうだよね。でちなみにねこれもう一個大きな嘘がありまして、関金さんこちらのお店初めて来ました。なんやねん。美味しいお店ですね。美味しいお店ですね。おい。めちゃくちゃうまい。
見事に騙された。なんだ俺一つもメニュー知らないです。関とかいや関さんのあんまり聞かないでほしかったってこと。関さんのおすすめなんですか。俺このままとか言って。初めてだったんだ。何も疑わなかったでしょ。それ。いや何にもだからね。これが大好きだよって言って、これ何のあれがですかねって聞いた時にめちゃくちゃ困ってらっしゃった。俺超困ってあっさーいことしてこれなんだこれもうなんだ詳しく分かんないけどなんかいっぱいキノコ入ってんだよ。あんま詳しくないけど俺キノコしか言ってないけどいっぱいキノコ入ってんだよ。あの時だけ俺初めてかな正規さんに見れば分かりますって言ったということで今回は大先輩のセイキンさんと仕掛けたフルコース終わらないドッキリです。やばいやばい分かんなかった。これね正規さんだから分かんねえわ。そうだやられました。そうこれで気づけてくださってすごい感謝です。こちらこそありがとうございます。ということでセイキンさんのチャンネルの方にショート動画上がってるんでね、はいそちらもチェックとチャンネル登録お願いします。お願いします。さあお手手を合わせてください。せーのごちそうさまでした。せーのアリュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリ X インスタグラム他にも動画もいろいろあるぜ。チャンネル登録よろしく。せーのあゆー。